ご視聴ありがとうございます。今回は持っていると便利ではありますが SSD 寄りであったり使い方が限定的だったりで個人的なお気に入りではあるんですけど、癖もある製品2つ紹介したいと思います。1つ目、ライルのパネルクリッププライヤー。車でよく使われているパネルクリップを外すための道具です。砂利噛んだりして外しにくい樹脂製のクリップの隙間に差し込んで握ることでポンと簡単に外すことができるというアイテム。ライルはアメリカのブランドです。1903年創業の結構老舗。自動車系の特殊工具や変わった道具を多くラインナップしています。作業に困った時にライルで探してみると使えそうな道具出てくることは多いですね。個人の整備士や DIY のお父さんによる道具のアイデアを実際に製品化してロイヤリティを支払うというアイデアプログラムを展開しており、ユーザー目線に立った素敵な会社様です。そんなライルのこのパネルクリッププライヤー、私はクリップ外しに使ったことはほとんどありません。クリップ外しはアネックスさんの道具をメインで使っていまして、ではこのプライヤー何に使っているのかってことですが、隙間を開きたい時に使います。握ると先が開くという一般的な握り物とは動きが逆ですから、持っていると重宝するんですよね。オートバイのブレーキ、ピストン戻すのに使ったり、セパレートハンドルの割り部分を開くのに使ったり、私のオートバイ転んだ時にハンドルちょいひしゃげてしまったのか、ネジ緩めただけだとハンドルが抜けないどころか回らなくなって、ちょっと情けない話なんですけど、フロント周り触るときはこのプライヤーが必須道具となってます。このプライヤー、ホース外すのにも使えることがあります。キャブや年本の固着しちゃったホースにうまく引っ掛けてグリップを握り込めばこじるように外せます。よく似た道具というか専用品ですが、ホースリムーバープライヤーというアイテムございまして、あちらは鉄板が2枚重なった形状となってます。今回のクリッププライヤーは先端が重なりませんので、より狭い隙間に入れることができるんです。用途や環境によっては有利な場面があるでしょう。先が開く幅は 35mm くらいまで、先端の厚みは 1.5mm ほど。元が樹脂のクリップ相手を想定した道具ですので、決して強くはありません。車のブレーキピストンはおそらく戻せないんではないかというくらいなたわみ具合となってます。逆に力をかけすぎないので相手を壊しにくいというメリットはありますが、がっつり信頼できる系の道具ではなく、使う場所は選ばなければなりません。作りについてもこだわった良さというのは感じません。先端を前から見てみますと、私の答えは上と下2枚が平行になっておりませんし、真上から見てみてもずれてます。全体的にチープというかグッとくるところはなく。ですが定価は強気設定で45ドルちょっと。実売価格は35ドルくらい。国際送料に今の為替考えますと、国内で6000円で売られていても安い方となります。SSD に近いものですから高い値段は仕方ない部分ではありますが、これがこの値段すんのかとは手にした時にふと考えてしまうことがありますね。しかし見つけてしまったんです。こちらストレートさんからとてもリーズナブルにそっくりな製品が出ています。お値段はおよそ6分の1。とても安かったので思わず買ってきちゃいました。パッと見同じ場所で作ったと言われても疑わないほど似ています。リベットの向きや先端のねじり方向が違うのと、グリップが少しチープなくらい。ただよくよく見ていくと違ってきます。比べてライルの方がしっかりとした作りとなってます。リターンスプリングや先端の作りとか全然ライルの方がよくできてるっすね。なのですが使ってみてライル、使用感はいいんですけど、ストレートさんでもできることはほぼ変わらず。ライルが先行者と思いますので気持ち的には応援したいのですが、値段の差ほどの差分は感じませんでして、申し訳ないんですけど、こだわりとか特になければストレートさんのを勧めちゃうっすね。工具も最近驚くような値段を目にすることが増えました。特に為替影響で海外品は厳しい時期が来てますね。すごい時代がやってきたなと感じています。ライルのパネルクリッププライヤー、握って開く道具って案外多くないので重宝する道具です。隙間開いたり位置合わせたり、用途に合いそうでしたらお試しください。2つ目、ハルダーのブラッククラフトハンマー。ヘッド面がポリウレタンでカバーされた無反動のハンマーです。無反動による打撃力と対象を傷つけない優しさがちょうど良い塩梅にバランスした道具。傷を入れたくない相手に打撃を打ち込むときに便利なアイテムです。
全体がブラックで統一された見た目の良いハンマー。ヘッド径は 40mm、重量が 700g。振ってみますとヘッド部分から音がします。中に小さな鉄球がたくさん入っているようで、ハンマーがインパクトした瞬間からわずかに遅れてこの鉄球が移動することで反動を抑えるとともに打撃エネルギーを全て対象へ伝えます。打撃面のみならずヘッドや柄まで全てが柔らかい素材で覆われておりまして、叩きミスなどで扱いを誤っても相手に傷は入れにくく、対象に傷を入れないことを徹底した設計となってます。絶対に傷入れたくない場面ではこのハンマー重宝するっすね。音もプラハンなどと比べて抑えられている感じで、夜間の住宅街でどうしても叩くとかって時には使いやすく、その分打撃力は少し伝わりにくい印象はありますね。グリップはゴムタイプ、太すぎず細すぎず扱いやすい形状です。ハードに叩くと少し手にかかりすぎて痛くはなりますが、こちらのハンマーはそうそうハードプレイしないのでちょうど良い具合になってます。ヘッドの柔らかさやグリップの具合、打撃面のソフトな感じなど様々要素がそれぞれ本当にちょうどいいんです。調和の末に扱いやすいハンマーとなっています。ただし使い方は限定しています。フェースのウレタンコートは柔らかいので、叩く相手によっては消耗が激しいですし、金属片などのゴミを噛んでしまったりという問題も起こりやすく、ブラッククラフトで叩く場合はまず相手の掃除から始めます。ついでブラッククラフトのフェース面に異物がないことを点検し、お互いが綺麗な状態であると確認取れた後、やっと叩く作業に移る感じ。ブラッククラフトは叩く面の交換ができません。本体の矢印で示されている線まで消耗したらまるっと交換することになります。バカスカ使ってますと短命に終わりそうで、ハルダーの他のハンマーに比べて慎重に使うことが多め。これ一本で全ての叩き作業をカバーするというのは難しいと感じます。あとはやはりというか少し高いお値段。ウレタン樹脂で覆われた無反動ハンマー、ノーブランドなどで探してみますと3000円切る値段で売ってるものもございます。最近の低価格な製品、悪くないのも見かけます。ハルダーの満足感を買うか、リーズナブルなアイテムを3本4本買うかで悩ましいとこっすね。ハルダーのブラッククラフトハンマー。どこかが突出しているというよりはどこも出てないから丸く扱いやすいハンマーです。メイドインジャーマニー、品質は良さげ。デメリットを納得の上購入した場合は満足度高くなるアイテムでしょう。用途に合いそうでしたらお試しください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。